やる気が出ない朝、そんな日は昨日初めて買った1斤1000円もする高級食パンを朝食に食べることにしたら、高級生食パンデビューは失敗に終わったのである。焦げの味しかせん皆さんこんにちは、カノンチャンネルのカノンです。動画撮ってきた中で史上初っていうぐらい多分テンションが低くなっております。ただただやる気が出ないっていうことなんやけれども、私にとってやる気が出ないのは大体2パターンがあって、うち1つはやっぱ生理前暴飲暴食したりだとか、さっきの自分じゃね。あと2つ目は、その生理前とか全く関係なしにして忙しい日が何日もずっと続くとするやん。この山を越えればあとはちょっと一回一休みするか、思いっきり羽目を外した。ほんじゃまた取りかかろうってした時に全然スイッチが入らんみたいなことが起こったりします。でエンジンのかからない日と生理前がもう織姫と彦星状態みたいになってしまうともう大変。そういう山場になるような日を作らないように、忙しさをイーブン化するっていうか、イーブン化ってなんや、均一化できるに思いっきり羽目を外す日を作らないとか、そういう工夫ってのはできるんやけれども、生理前コントロールが本当に難しい。日本で言うとロキソニン、イギリスとか海外ではパラセタモールって言われている生理痛だとか頭痛とかっていうのを抑える、そういうお薬っていうのも役に立つんやけれども、ぶっちゃけるとさ、こういうお薬の困ったところって体調に変化感じるっていうのを気づくの遅れてしまって飲み忘れるとか、そういうことがねまあある。一応今も飲んどくから、お茶が美味しいな。ここにイライラも抑えるみたいな書いてあるけど、わかるー。普段全然気にならんことでもプンスコせん。プンスコなんでこんな日本食美味しいんやとね、ちょっと激怒したりだとか、お母さんもうなんでこんな心配性なんや、ありがとうみたいな、そんな感じで今私絶賛やる気ゼロですから、やる気を出すために取り組んでいることを一通り今日はちょっとねいろいろやっていこうかなっていうふうに思います。それでは行きましょう。お昼にサーモンクリームオイルパスタを作りました。ちなみに引いてるパッドは、これはスプパッドじゃない、なんて言うんだっけ、エビを食べよう。朝にさ、すごく手抜きの朝ごはんお昼にこういうご飯食べるとすごく感動してしまうわ。ていうか、この間スーパーに行って驚いたことがあったのが、パスタに使うようにチーズをね買いに行くんやけれども、日本に売ってるチーズめっちゃ高いっていうね。日本でのこれぐらいのチーズの塊なんと850、60円とかしてて、日本人はチーズをチーズとしか考えてない。私もそうやねんけど、どちらかというとチーズをデザートみたいな感じでみんなモリモリ食べとるんやけどさ、チーズ削り器なんてものあるからね、そこにあるけど、ただのお飾りみたいになってしまってるけど。そういえばチーズネタで思い出したけど、チーズジョークってのがあるんや。とあるクマちゃんが木の上に登ってしまいました。その時に言う言葉は、そしてそれは何のチーズでしょう。もう質問自体意味不明かもしれんけど、正解はカマンベールチーズなんです。なんでってふうに思うやん。これね、ブレイクダウンすると、木の上に登ったクマちゃんにおいでおいでっていうカモンってあるやろ。カマンベールカマンベールみたいな感じで、チーズジョークっていうのが海外にはたくさんあるみたいよ。他にはWhat did the cheese say when it looked in the mirror? Halloumi。これはハルーミというチーズの名前があり、ハローミーに聞こえて面白いなど、日本人からしたらあんまりピンとこないジョークが海外には多いんです。やる気のない時ってさ、もう外出たくなくない？例えばゲームとか漫画とかっていうところに走りがちな人もおるやん。私の経験上、ゲームとかやったとしてもやる気は出んから、あんまりおすすめやしん。はい、やっと今ご飯食べ終えたので、今からちょっと八百屋さん行ってきます。こんな水菜を買ってきたり、これはなんだ、小松菜、これで130円。保存の効くじゃがいもやら人参やらを買ってきた的なね。至って普通の購入品紹介野菜バージョン。買い物中トマトゴロンってボンって落としたからトマト買いました。で拾ってくれたのおばあちゃんなんだけどさ、その八百屋のおばあちゃんが笑顔でほんって私のカゴに入れてくれたわ。ありがとう。落としたトマト
どら焼きも買ってきました。生理前になったらね、胃袋にブラックホールがあるんじゃないかってぐらいむしゃ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 するわけ。ならん？人生で一番その生理前の爆食がやばかったのが、私がアメリカに行った時なんだけど、タイ料理に行って食べに行ったよね。5人も食べた、5人も食べたない、5人食べたない、5人前食べたからね。こんな大きな声で言えんけどな、恥ずかしすぎてな。言うてその時、例えばダンスとか私、なんだろ、ミュージカルでいろいろうろちょろしまくっとったから、いつどこでそれが出てくるかもわからない本当に恐ろしい生理前。店主の方曰く、このどら焼きが世界で一番美味しいみたいだから、ちょっとこれ食べます。いただきます。端っこだけだからよくわからんかった。ちょっともう一回いくわ。これが90歳のおじいちゃんが作ってるどら焼きか。味わいだって普通に思えるけど、おじいちゃんフィルターがかかったらやっぱり味は美味しいな。今度買いに行こう。どら焼きがちょっとずつずれてきてさ、上のパンの部分がなくなってきちゃった。後ろに戻れ。そうや。ごちそうさまでした。で、ちょっと本題に戻るんやけど、どんだけずれるんや。自分じゃない要素を取り入れようとします。何言っとるんやろな。私のお母さんが昔、時間が過ぎるのが早いと感じるなら、それは刺激のないっていうか感動のない、心がグッと動くような、そういう生活をしてないから、毎日が早く感じてしまうんだよっていう風にお母さんに言われて、いけるりやん。だからお母さんのアドバイスを生かして、私は日々映画見たりだとか、本を読んだり、人と話したり、昔聴いてた音楽を聴いてみるとかね。その頃こういう思いで聴いてたっていうのをなんかちょっとその音楽聴いたら蘇ってこう。例えば、ゆいわかるって言ってくれる人おるかもしれんけど、昔ゆいのアルバム友達に借りパクされたのを思い出した。それぞれね、その人にとっての音楽っていろいろ違うけど、私にとってはね、なんか激動だったね。いや、青春とかそんなんじゃないんだよ。なんかもうがむしゃらに一生懸命生きてた時代に聴いてた曲だから、ゆいって。この間ね、ゆいの音楽を聴く機会がちょろっとあって、頑張ろうっていうなんかそういう気になったしさ、他のアーティストだったら、倉木舞、彼女の音楽を聴くと私はね、納豆を食べながらコナンを見てたっていう情景を思い浮かんだりとかね。他には普段やらんことをするっていう意味で、ついこの間、ゲームセンターに行ってきました。普段行かんのよ。ゲームセンターに行ったのもう 1,2 年ぶりぐらい。Well, I think they're both doing pretty well. Cameron seems like he's taken a liking to it and is adapting really well. 気になる結果は F! そして隣 S かいみたいなことがありました。でそれもなんでゲームセンターに行ったのかっていうと、なんかネットサーフィンしてたらラスカルのグッズがゲームセンターで取れるっていう風にあったから、それ取りに行ったらまさかの臨時休業イエーイ。後日改めてゲームセンターに行ったら置いてあったから取れました。2000円使いました。実はラスカルのソープディスペンサー目当てに来たら、まだ商品は届いてるけどまだ出してなかったらしく、ピンポン玉入れる運ゲームか少しずつずらしていく台のどっちがいいか聞かれて、運が良ければ一発で取れると聞いたピンポン玉の台にしたんやけど、めっちゃ落ちるって、これ一気に穴埋めれるかもって落ちるんかい。1500円まで入れたら諦めて普通に帰りたいけど、車で30分かけてきたから意地になって投入してしまいました。お願い取れて、これで最高や。取れたー、やったー。もうああいうゲームセンターに行くとさ、なんやろ、目でさ、なんか物動かせるんじゃないかみたいな感じです。ミュウツーが使えそうな技を一生懸命念力で送るんやけど、全然なんともならんっていうね。ちなみにこれです。ラスカルのソープディスペンサー。キャラクターのソープディスペンサーだいたい1800円とか2500円とかで売られてたから、2000円は悪くないかなっていう感じやな。うわー、あとはね、部屋をきれいにするとかかもしれんな。私スイッチ入ってしまって、なんか家にあるいらないものをなんか出品出してるもん。例えば服とかさ、あとはスキー用品とか。